明けましておめでとうございます。さきです。このチャンネルを去年立ち上げて、本当に多くの方に応援していただけて楽しんで1年間動画を投稿することができました。あとね、クリエイターとして一つのマイルストーンでもあるその1万人の登録者も、達成することができて、ちょっと緊張する反面すごく嬉しいです。本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。コメント読むのすごい楽しいですね。毎日なんかコメント読んでます。すごい励みになっています。まあね、このチャンネルは本当に私が話したいことを話しているチャンネルなんですが、これからも応援してくれたらすごく嬉しいです。今年もよろしくお願いします。で、今日は日本のお正月について振り返ってみようと思います。というのも私は日本で生まれ育ったんですが、今はアメリカに住んで9年になるんですね。なのでどちらの年末年始を過ごしてみて、その中で結構違うなって思うので、それをちょっと皆さんとシェアしたいなと思って、話したいと思います今日は。で、日本でいう年末年始っていうのは、年末は12月の29日から31日まで、年始は1月1日から1月3日までを一般的に指すんですね。で、年末、その年末の前、12月全体的にどうやって過ごすかっていうと、日本は忘年会っていうのがあります。特に働いてる人、は分かると思うんですけど、その仕事場でのね忘年会があります。忘年会はその年の苦労を忘れて、また新たな気持ちで、来年も頑張りましょうっていうのが忘年会なんですね。で、あとはもう年を越す前に年末の大掃除をする人が多いです。年末の大掃除は普段の掃除よりももっとするっていうかあんまり普段しないようなところもあえてね、したりとか、とにかく大掃除なんで、新しい年を迎える前にしっかり掃除をするっていうのが年末の大掃除です。で、年末ね、29日、30日、31日っていうのは、結構その年末年始で家族集まって過ごすっていうお家が多いんですよ。アメリカとかだとそれが年末年始ではなくてクリスマスの時じゃないですか。みんなクリスマスの時って大体休みがあってそこで集まることができたりするんですけど、日本ってクリスマスって基本的にみんな仕事もあるし学校もあるんですね。だからその日に集まるっていうよりかは、もう年末年始が家族、親戚とかも含め集まる日っていう感じなんですよ。だから年末は実家が例えば香川県だったら、東京に住んでるならもう香川に帰る人もいるでしょうし、移動する人もいるってことですね。で、あとは何だろう、大晦日になるかな。大晦日はその年の最後の日になるんですけど、この話ちょっと難しいですね。説明するのちょっと難しいなと思うんですけど、その年の最後の日を、大晦日って言うんですけど、その大晦日の日は、
神社とかお寺に行ってお参りをする、今年の感謝だったり来年への来年幸せであるようにとか目標が達成できるようにとかって、大晦日の日にお参りに行く人も多いですね。そうなんかクリスチャンになる前はやっぱり神社とかお寺にその年末年始毎年本当に行っていたんですよね。あとお守りっていう、そのお守りを持っていたら私は神様に守られるっていう、なんかそれを信じてお守りもね買っていたりしたんですけど、今はほら神様にね何をしていても、例えば朝起きてベッドの上でももう運転してる時でも祈ってるっていうのがすごい、その時の自分昔の神社とかお寺で祈っていた時の私を思うとすごい変わったなって思いますよね。なんかどこにいても神様に祈れるっていうまず概念もなかったから、なんかお寺とか神社に行かないといけない、そこに神様がいるからそこでお金を払って祈らなきゃいけないみたいな、もうそれが当たり前だったんですけど、今はそうではないからね。なんかお正月の過ごし方を振り返るとすごいなんかアメリカに来たから過ごし方はもちろん変わったっていうのもあるけど、そのクリスチャンになってやっぱりさらに本当に以前の私と変わったなって思うんですよね。で、あとは特番って特別な番組の省略形が特番っていうんですけど、特別な番組を結構やってるんですね、年末年始っていうのは。だからそれが特番がずっとあるんで、それをもう見て年を越すっていう人もいるし、あとはねカウントダウンライブとかやってる人もいるんで、それを、見に行ったりとか、あとは初日の出を元旦っていうのは1月1日のことを元旦っていうんですけど、元旦に出る太陽を見るために、それをね初日の出っていうんですけど、初日の出を見るためにもう大晦日の日に移動して初日の出を待つっていう人もいるんですね。そうして結構だから過ごし方みんな違うんですよね。アクティブな人もいれば、もうのんびりとテレビを見ながら年を越す人もいるし、私はすごく昔はアクティブだったんですけど、日本にいてもやっぱりちょっと年を重ねるとなんか家でもうゆっくりしてたいなみたいな風にちょっと体力がなくなったのかもしれないですけど、昔はね、だからクリスチャンになる前は神社お寺に参拝したり、朝日を見に行ったりしていたんですけどね、今はゆっくりとテレビを見るっていうのがいいです。だから今年もうなんか9時半とかに寝てました、私は。皆さんなんかカウントダウンとかしました？もう毎年最近9時半ぐらいに寝てます。なんかどちらかっていうとなんて言うんだろう、もう夜ずっと夜更かししてカウントダウンするよりも、なんか1月1日のその朝の日に早起きできてするべきことができたらなんかもう OK みたいな、それがすごい私にとって気持ちのいい
年のスタートっていう感じになってるので、もう9時半に寝て5時5分に起きて、なんかね、今年1年したいこととか、去年のね振り返りとかしましたね。なんかそれを話し出すとちょっと長くなっちゃいそうなので話さないんですけど、そうみんなもそういう風に過ごしましたかね。どうだろうそうで、そう日本では、神社お寺に行ったり、初日の出を見に行ったり、テレビを見たりして、みんな過ごして、でね、お正月1月1日から3日までの間は何するかっていうと、これもまた人によって違うんですけど、1日にお参りに行く人、神社とかお寺にお参りに行く人は本当多いですね。それも本当同じくその昨年の感謝だったり、今年のね、今年健康であるように、幸せであるようにっていうお祈りをしに行ったりとか、そうやって、お正月にねとか、新年最初に神社とかお寺にお参りに行くことを初詣って言います。そうで、あとお正月はおせち料理、聞いたことありますかね。おせち料理を食べる人が多いです。おせち料理を自分の家で作る人もいれば、もう今だと、レストランとかスーパーとかでおせち料理のセットが売ってるので、それを予約して買ったり、行ってすぐ買って食べたりとかっていう人も多いですね。そのおせち料理って、その料理に健康だったり幸福だったり繁栄っていう意味がそれぞれの料理に込められてるんですよ。それを知ってまた食べるのもちょっと面白いなとは思うんですけど、あとは年賀状ですね。年賀状ってgreeting cards みたいな感じです。アメリカだとね、メリークリスマスっていうのがメインで、カードをクリスマスの時期に送り合うじゃないですか。だけど日本はもうハッピーニューイヤーっていうのがメインなんで、その時期に明けましておめでとうございます、ハッピーニューイヤーって書いてるカードを送り合うんですね。そうだからそのカードをね、家族で見てみたりで、おせち料理の話をしていて思い出したんですけど、大晦日の日から1月31日にそばを食べる文化が日本にはあります。その日にね食べるそばを年越しそばっていうんですけど、なぜそのそばを食べるかって言ったら、その厄を断ち切る、なんか悪いものを断ち切ったり、あとは長寿、長い寿命を願って食べるっていうのが年越しそばなんですけど、多分ねあんまりみんな意味とか分からずに、もう習慣みたいな感じで多分31日に食べてる人がほとんどだと思うんですけど、そう一応ねおせち料理もそうですけど、年越しそばにも意味があって、それが習慣としてずっと続いてるっていう感じなんですね。あとねお年玉っていうのがあります。これは、目上の人が目下、年下の人にお金を渡す、主に大人が子供に渡すものなんですけど、それをお年玉って言います。お年玉、何を渡すかっていうとお金ですね。普通にお金を、渡す、それをお年玉と言うんですけど、それをね楽しみにしてる子供も結構いるんじゃないですかね。私は本当に楽しみにしている子供だったんですけど、それを貯金してね、必要な時に使ってっていう風に、みんなしてますね。あと
もうほんと1月1日からもうデパートに行く人も多いです。デパートで大きなセールをやってたり、福袋っていう結構お得な、何が入ってるかわからないんだけど、入ってるものはその値段以上のものだったりする福袋っていうのが売ってあって、福袋を買いにもうね、新年早々デパートに行く人もいます。ここまで日本の年末年始の過ごし方を話したわけですけど、なんかもう盛りだくさんですよね。話しながら多分もう忘れてるやつもあると思うんですけど、過ごし方がちょっとたくさんありすぎるみたいな。そうだから子供の頃はすごい楽しかったですよね。いろんな過ごし方ができたし、だけど今ね、特にお母さんのことを思ったらすごい家族も集まるし、料理も準備しなきゃだし、大変だったんだろうなって思います。感謝ですね。じゃあアメリカではどうやって年越すのって言ったら、もちろんカウントダウンライブもあるし、レストランとかで特別ななんかカウントダウンができる食事だったりパーティーっていうのがあったり、お友達でねカウントダウンパーティーをやる人たちもいるんですけど、でも特にその家族で年末年始に向けて集まってね、特別なご飯を食べてみたいなのはないんですよね。だからアクティブに過ごしたい人はアクティブに過ごすし、もうゆっくり静かに過ごしたい人、私みたいな人もたくさんいるし、なんで私としてはこう日本の過ごし方が懐かしくなる時もあるけど、アメリカの結構ゆったり新年を迎える感じも好きですね。別になんか準備とかもないですしね。はい、今日はこんな感じで日本の年末年始を振り返ってみました。結構皆さんの住んでいる場所の過ごし方と違いますか？それとも似ていますか？よかったらコメント欄で教えてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。